Steam のレビュー欄はリリース前なのにバッド評価が複数入って、プラス辛辣なコメントが入ると。ですよ、このタイトルで何が起きたかというと、こんにちは、スクールの加藤です。日本とベトナムでゲーム会社を経営しておりまして、ゲームの専門家として活動しております。よろしくお願いいたします。ゲームを開発してリリースする際には気をつけなければならないことがたくさんあります。例えばゲームの品質とかバグとかそういうことですけれども、稀にこんな失敗あるというような失敗も発生します。今回は開けてお願いというゲームタイトルの失敗談を皆様にお伝えいたします。このタイトルはリッチという会社で開発されましたけれども、リッチさんはスクールでサポートしている企業さんなので、この動画は PR 動画とさせていただきましたが、面白い内容になると思いますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。開けてお願いは Steam と Switch で発売されているタイトルで、廃校を舞台に繰り広げられるホラー脱出ゲームです。プレイヤーはマガツビトという亡霊のようなものに捕まらないように逃げ回って、廃校の中の封印を解いて学校からの脱出を目指します。その過程で舞台となっている学校や町の歴史と秘密を紐解いていくという感じのゲームです。1人から4人まででプレイできまして、追いかける側と追いかけられる側を楽しめる、いわゆる鬼ごっこゲームですね。第五人格とかそういう感じのゲームです。普通に面白そうだなと思いますよね。そうなんです。このゲーム普通によくできていまして、ただもちろん100点の出来というわけではなくて、操作性とか作り込みの部分でまだまだ発展の余地はあるかなと思います。ただ価格からするとまずまず良い出来でして、リッチさんの開発チームの苦労が忍ばれるような出来となっております。ですよ、このタイトルで何が起きたかというと、なんと開発中にリリースしてしまったんですよね、Steam で。いや、そうなんですよ。実は Steam ってリリース日を設定していても、発売の操作ってできちゃうんですよね。発売のボタンをポチッと押すとリリースできてしまうんですよ、Steam って。担当の方がその辺の操作に慣れてなかったんでしょうかね。あとは開発終盤で担当の方もテンパってたとかあるのかもしれません。Steam のこのリリースいつでもできちゃうっていう仕様にも問題があると思うんですけれども、たまに起きるミスみたいで、Steam のゲームで急に予定日前にゲームが発売されていたら大体このミスだと思います。この動画を見ていただいているパブリッシャーの Steam 担当の方もしいらっしゃいましたら、ぜひ気をつけてくださいね。とはいえ多くの場合ですね、こういったミスが起きても Steam にゲームデータを上げている時点で、そのデータってある程度世の中に出しても大丈夫な状態であることが多いんですけれども、開けてお願いの場合は完全に開発中のもので、なんと購入はできるけど操作ができないという状態でリリース発売されてしまったんですね。いや本当マジで気をつけてくださいって感じですね。購入したユーザーからすると、お金払って購入したゲームが全く操作できない状態だったら、それはバッド評価もつけたくなりますよね。ということで、開けてお願いの Steam のレビュー欄は、リリース前なのにバッド評価が複数入って、プラス辛辣なコメントが入るという悲惨な状況になっていました。これ本当にもったいないんですよ。Steam って初動の評価がめちゃくちゃ大事なんですよね。最低でもやや好評くらいじゃないと売れ行きに大きな影響が出るんですけれども、開けてお願いの場合は圧倒的に不評という評価から始まってしまいました。しょうがないかなという感じです。ゲーム自体は悪くないので、最近は少しずつ評価も改善していまして、この動画を収録している時点では賛否両論という評価になっていますが、本当だったらもっと多くの方に遊んでもらえて評価ももう少し良かったんじゃないかなと思ってます。いや、もったいないですよね。最近のコメントを見ますと、運営のミスで下げが入っててもったいないからグッド評価入れておいたぜみたいな同情票も入っていたりして、ちょっとしんみりしてしまいますね。というわけでリリースからしばらく経ちましたので、この開けてお願いというタイトルのリリース前の失敗談としてご紹介させていただきました。開けてお願いは今は大きな問題はなく快適にプレイできますし、セール時の割引率も大きくなってきてますので、気になる方はぜひセール時期などを狙って買ってみてください。Steam と Switch でお買い求めいただけます。リチさんは変なゲーム作ってたりとかですね、東京ゲームショウでド派手なステージやったりとか、いろいろチャレンジングな会社なので、これにめげずに今後も楽しいゲーム作っていってほしいですね。
というわけで今回はゲームリリース時のちょっと珍しい失敗談についてお届けをいたしました。このチャンネルではゲームに関する様々な情報を分かりやすく皆様にお届けしてまいります。もしよろしければ動画の高評価とチャンネルのフォローをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。